こんにちは。今回は大手 A 市場民進宮の魅力を紹介します。民進宮は数多くの大ヒット中国ドラマの撮影場所にもなっているので、中国ドラマ好きの方にはかなりおすすめです。民進宮までの行き方は別の動画で紹介しているので、まだ見ていない人はそちらも見てください。それでは行きましょう。民進宮は故宮を原寸大で再現したとても広い場所です。北と南それぞれに入り口がありますが、本物の故宮の入り口に対応しているのは南門。今回はこちらから入っていきましょう。まずは入ってすぐのエリア。門をくぐると早速広大な敷地が広がっています。最初に見えるのが小天門。今の天安門にあたる場所です。小天門までもかなり距離があります。ここでも4人乗りのカートを借りて回ることができます。価格は1日貸し切りで200元、約4000円。自分たちでペダルを漕いで進みます。まず紹介するのは、小天門の手前のこのエリア。ここは軍の訓練場になっていて、様々な訓練用具がエリアごとに分かれています。それぞれの場所にはこのような説明があり、中国語で書かれているので翻訳してみると、ゲームのルールと書かれているので、何かの体験イベントもあるようです。小天門の近くまで来ると、その迫力に驚きます。門の手前にかかっている5本の橋は金水橋。中でも真ん中の橋は、当時は皇帝しか渡ることが許されなかったということで、本物の故宮の場合は大変混雑するようですが、ここでは一人で渡ることができました。ただし、カートで通れる橋は限られているのでご注意を。橋の上からの景色です。小天門の手前の建物は医務室でした。ちょうど工事の時期なのかもしれませんが、足場が組んであり、医務室とは反対側の通路だけ通ることができました。次は小天門をくぐった先を見てみましょう。正面に見えるのが御門です。その手前には故宮に似合わない気球が。実はこれ、観光のためのもので、上空から見ることができるようです。興味のある方はどうぞ。今回は御門をくぐらずに、左側に進んでいきたいと思います。この左側にある門を抜けた先に、中国ドラマファンにおすすめの場所があるからです。それはここ、英氏兵器店という場所。ここにはドラマで使用された武器が展示されています。ドラマを知らなくてもデザインを見るのも楽しめます。これはドラマ風ヤオで登場した杖。このように何のドラマで誰が使ったかも書いてあります。また武器だけでなく衣装も。そしてこれは何かわかりますか？そう、これは永楽の衣装。なんと永楽特設コーナーがあり、永楽をはじめ主要キャストの衣装が解説付きで展示されています。ちなみに永楽の中国でのタイトルは延禧権竜。永楽はリーラボ史上一番好きな中国ドラマなので、このコーナーについては別の動画でゆっくり紹介したいと思います。英氏兵器店を抜けると御門の先に出ることができます。その景色がこちら。正面に見えるのは対話門です。この場所から左側にはドラマにもよく登場する大医院もあります。大医院は入ることができませんでしたが、隙間から見てみると薬の瓶などが並んでいました。ちなみにこの景色は御門の上から見た景色です。英氏兵器店の出口のすぐ近くに御門に登る階段があり、階段を登ると廊下を渡って裏側に回ることもできます。小天門や気球も見えます。御門の上を一周していると、大きなトラックや荷物を運んでいる人たちを見かけました。そして、撮影に使う小道具や機材も。新しい作品の撮影の準備が進んでいるようです。御門下に降りて進んでいくと、こんなものが。大きなメガホンでしょうか。固定タイプは初めて見ました。どうやら触ってはいけないようです。対話門に向かって進んでいきましょう。この巨大な建物が門なんです。故宮の大きさが実感できますね。階段中央にあるレリーフも細かく再現されています。階段を登った先には、ド派手に輝く椅子が、ここに玉座がと思いながら近づきます。座りたいところですが、立ち入り禁止のようです。実はこれ、ここで開催されるショーのためのセットで、ちょうど12時頃にここに着いたので見ることができました。10分くらいの工程の木先選びの場面で、ショーの内容は別の動画で紹介したいと思います。対話門にはこのような展示室もあり、ここでもドラマの衣装や小道具を見ることができます。
展示室の反対側にはちょっとした食べ物も売っており、食べかけで申し訳ありませんが、こちらは15元、約300円です。対話門を抜けた先に見えるのが対話殿。ここは皇帝の即位や皇后の作立など重要な儀式が行われる場所なので、ドラマや映画で登場することも多いです。手前にある階段も迫力があり、装飾品など細かいものも再現されています。ブランコもありました。階段の一番上で振り返るとこんな感じ。皇帝の衣装で両手を広げたくなります。対話殿の中に入ってみると、豪華絢爛。玉座も天井も装飾が美しい。ここも衣装を着て撮影するスポットになっています。周りにも撮影スポットがあり、こちらは近づいて撮影することができました。対話殿を抜けた先に見えるのは、建正門。皇帝の私生活の場、内廷の入り口です。ここには神経殿にまつわる展示がありました。神経殿は日本では宮廷のいさかい目というタイトルで放送され、とても人気のドラマですが、中国での人気も大きいようです。作品の鍵を握るアイテム、ブランコもあります。150キロまで OK のようです。その他、神経のお店もあり、お菓子や飲み物が売っていました。建正門を抜けると、建正宮が見えます。ここは皇帝の居所で大臣の謁見などの政務を行う場所なので、宮廷もののドラマなら必ずと言っていいほど登場する場所です。数多くの大臣や妃嬪が建正宮前のこの場所でひざまずき、雨に打たれ風邪をひく。中国ドラマあるあるの定番の地とも言えます。このような装飾も見かけたことがあるのではないでしょうか。中に入ると、この景色もドラマではおなじみです。右から読むので、盛大公明。正々堂々、公明正大という意味だそうで、皇帝の威厳を表していますね。皇帝もこの誕生です。そして、ここにも衣装があります。建正宮の後ろには、皇帝のプライベートスペースである皇太殿があります。そして、建正宮、皇太殿と並んで内廷三宮に数えられているのがここ、建寧宮です。建寧宮は皇后の神殿なので、こちらもドラマでよく登場する場所です。こういった屋根を映すカットもドラマでよく見かけますよね。日時計もありました。この日は曇っていたので何時かわかりません。残念。建寧宮の周辺は、ここでは映画やドラマの出演者の休憩室としても使われているようです。建寧宮の裏には建寧門があります。この写真は建寧門を抜けた後です。建寧門にも飲食スペースがありました。建寧門の周辺はこのように広い通路になっており、案内板も立っています。それもそのはず。建寧門の後ろにある神武門は北側の出入り口になっています。というわけでここまでこのエリアを紹介してきましたが、まだまだ周辺の説明ができていません。個人的な理由で申し訳ありませんが、すでにこの時点でデータが重くなり、パソコンの動作が遅くなったため、続きは後編として紹介したいと思います。民進宮の魅力、後編は閣楼の中身は何だろうな。楽本物の撮影現場に遭遇。D 氏、ついに捉えられる他、お楽しみに。